今日はさつまいもボールを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさつまいもボールを作りたいと思います。はい、ということで今回はさつまいもを使った簡単おやつレシピをご紹介していきます。このさつまいもボールなんですが、外はサクッと中はもちもちでとてもやみつきになる食感です。材料はとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、片栗粉、牛乳、お砂糖、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずさつまいもなんですが、今この状態で約 300g になります。品種に関しましてはお好みの品種を使ってください。そして甘さですね。甘さにはお砂糖を加えていきます。こちらはさつまいもの種類によって甘さが変わるのでお好みで調整してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それでは作っていきます。まず最初にですね、さつまいもの皮を剥いていきます。その前に両端をね、切り落としてください。そして皮を剥きます。はい、皮を剥きました。そうしましたらだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。この時さつまいもが硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、 OK です。ではこちらボウルに入れます。そしてこのまま5分水にさらしてアクを抜きます。さらにですね、水にさらしていただくと変色防止もすることができます。ではこのまま置きます。はい、5分経ちました。そしたら一度水を捨てます。そうしましたらここにふんわりラップをかけてください。このまま電子レンジ 600W で4分から5分加熱します。はい、今5分加熱しました。そしたらラップを外します。一度竹串できちんとね、柔らかくなってるかチェックしてください。竹串がね、スーッと通れば OK です。はい、そしたらこちらをマッシャーで潰していきます。潰す時にですね、少しこうやって水分があった時はこちらは拭き取ってください。すごくね、熱いのでやけどしないように注意してください。はい、では潰していきます。はい、ある程度潰したらここにお砂糖を加えます。そして混ぜましょう。でお砂糖がだいたい溶けたらここに牛乳を加えます。そして混ぜます。だんだんね、ポサポサした感じがなくなってきます。はい、 OK です。それでは続いてここに片栗粉を加えてください。そしてまた混ぜます。最初は少しパサつくんですが、だんだんね、ひとまとまりになってきます。はい、でこのように粉っぽさがなくなったら最後はゴムベラでひとまとめにしてください。はい、 OK です。生地の硬さの目安なんですけれども、指で触っても指につかないぐらいですね。かつですね、この後丸めるんですが、丸めた時にひび割れしないぐらいの硬さにしてください。このね、硬さに関しましてはさつまいもの水分量によってパサパサになってしまったり、逆に緩くなってしまう場合があると思います。もしね、パサついてしまった時は牛乳を加えて硬さを調整してください。逆に緩くなりすぎてしまった時は少しね、片栗粉を加えて調整してみてください。では今からこちらを丸めていきます。はい、それでは丸めていきます。こちらの大きさに関してはお好みの大きさで丸めてください。今回私は小さめの一口サイズにしていきます。だいたいこのぐらいですね。これを丸めます。はい、このように丸めてください。それでは残りも同じように丸めていきます。はい、全部丸め終わりました。今回直径2センチぐらいの丸いボールが30個と、あとは4センチぐらいのちょっと大きめにしたの3つできました。こちらの数は目安にしてみてください。それでは今からこちらを油で揚げていきます。フライパンを用意してください。ここにサラダ油を注ぎ入れます。だいたいそこから1センチほどの油を注ぎ入れてください。はい、 OK です。そしたら火にかけます。今回はだいたい160度から170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。は
はい、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先から泡が出るぐらいですね。このぐらいになったら OK です。それではこちらをやけどしないように入れていきます。はい、であんまりね入れすぎないようにしてください。このままね転がしながら揚げていきます。はい、今ねだいたい3分ほど揚げました。このようにいい揚げ色がついたら取り出します。はい、このようにカリッカリに揚がってます。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、揚げ終わりました。こんな感じでサクサクに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでさつまいもボールの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにサクサクコロコロで美味しそうに仕上がってます。はい、このように中はもちもちです。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。噛めば噛むほどさつまいもの風味が広がってすごく美味しいです。そしてこの外側がサクッとして中はもちっとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもボールのポイントです。まずさつまいもなんですが、こちらはお好みの品種を使ってください。さらにですね、砂糖の量に関しましてはさつまいもの品種によってもね甘さが変わると思いますので、お好みの量を入れていただけたらと思います。こちらの砂糖に関しましてはきび砂糖とかねお好みの砂糖を使っていただいても大丈夫です。さらに蜂蜜で代用していただいても美味しく召し上がっていただけます。そしてさつまいもなんですが、切った後は水に5分ほどさらしてください。このさらす時なんですが、5分以上さらしてしまうとさつまいもの風味もなくなってしまいますので、5分以上は水にさらさないようにしてください。その後さつまいもを加熱するんですが、こちらの加熱時間もさつまいもが柔らかくなるまで調整していただけたらと思います。そしてその後お砂糖、牛乳、片栗粉を混ぜるんですが、もしねパサつく場合は少しずつ牛乳を加えて硬さを調整してください。目安としてはきちんと丸められてかつ手につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さにしていただけたらと思います。あとは油で揚げるだけなんですけれども、揚げてる時は転がしながら揚げるようにしてください。だいたい3分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。この油で揚げてる最中なんですけれども、油跳ねには十分に注意して揚げるようにしてください。揚げる温度が高いとたまに破裂してしまいますので、本当に油で揚げる時は注意していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもボールを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。